チャンネルです。どうも。ただいま、三重県の鳥羽市に来ております。観光地でございますね。で、今回はですね、私一人、ソロ車中泊ツアーでございます。今回はね、例の鳥羽のキャンプ場の、打ち合わせであったりとか、ちょっとしたイベントであったりとか、の様子をご紹介したいと思います。まずはですね、ちょっとお弁当を買いに、鳥羽の駅前にあります産直市場の鳥羽マルシェさんに、立ち寄っていきたいと思います。こちらの駐車場は1時間までは無料でございます。はい、こちらが鳥羽マルシェです。お弁当を買いました。パールロードを走りまして大札方面に向かっております。この通りはあれですね、焼き牡蠣ロードとも言われておりまして、鳥羽の名物である牡蠣の焼き牡蠣、本当にねこれ、1個から食べれるお店とか食べ放題のお店とか並んでるんですよ。でその焼き牡蠣の煙が、立ち上るところからね、焼き牡蠣ロードと呼ばれております。この撮影時はまだ牡蠣のシーズン始まっておりませんが、11月の終わりとか12月になりますと、今シーズン始まります。で向かっておるのが大札、あれですね、おっチャンネルでいろいろお知らせしてきました、鳥羽のキャンプ場の建設予定地のある大札の方へ向かっております。同じ海で取れてるんだからそんなに味変わらんだろうと思うかもしれませんけども、牡蠣を吊るすいかだの場所によってプランクトンの豊富さとか真水と海水の割合とかのバランスで結構味が違うんですね。でそのどこに場所を吊るすかといういかだの場所っていうのは毎年抽選で決まるらしいんですよ。ですから去年美味しかったお店がそのまんまいいとは限らず、それ抽選で変わるんですよね。だからその年どこが今回はいい場所で、大粒で美味しいのがあるかっていうのはね探すしかないんですよ。はい、大札の海が見えてきました。何度見てもすごいねここは。で今からなんですけども、鳥羽マリーナには行きません。まずはですね違うところから寄り道から始まります。で鳥羽マリーナはこれを右に曲がっていくんですけども、今回はまっすぐ海の方に降りていきます。今日はね意外なところに立ち寄ります。私の古い友人で、意外なことというか面白いことをやっております。そういう友人がおりますので、そこをちょっと久しぶりにですね訪ねたいと思います。港ですよ。港に来ました。港のどっかにあるのかな。どこだ分かりません。どこか分かりませんけども勘で動いております。この煙が出てるところっぽいなと。言っときますけど、もう言っちゃいますけど、塩焼いてるんですよ。塩。はい。ここだな。間違いないな。これだな。すごいいいとこだな。どうも。すごいいいとこ。こっちかな。ご無沙汰です。どうさします。おおすごいやんか。そう。ここすごい。秘密基地や。気に入った？気に入った。またいっぱい飲もうや、ここで。飲もう。な飲もう。そういうのも言いたいし。車の中にいっぱい酒入ってますよ。うわー、すごい燃えとる。今日も仕事中やったんですね。いや、今日はね、もう、ぼちぼち。はい。ぼちぼちですよ。あ、煮込んでるわ。バカなことやっとるやろ。いや。美味しかったですよ。僕ほらお店でもいただいたし、味噌でも買わしてもらったし。ほんとつらいな。ごめんな。いや。すごい。やん、自然の恵みをさ一番こうなんちゅうの商売にしてもうね、向いとる。それに松林さんに。そうかな。本気やめて、年金暮らし嫌やから、こうやってしてやった方がいいかなと思って。ね。おいで。でもいつも海沿いのコーヒーとか入れてるのめっちゃうまそうやん。うまいで。一人キャンプ用のさ、セット持っとんねんけど。2人でいただきますよ。いいよね。
煙を浴びながら。あの人が作ってるお塩はですね、さっきの鳥羽マルシェでも販売していますし、あと、ビソンはもう今販売してないらしいんですけども、多分あちこちあると思いますので、ひとまず一番分かりやすいのは、鳥羽の駅前にある鳥羽マルシェさんに売ってました。結構目立つところにね、そこで探してみてください。鳥羽マリーナに到着でございます。今日もどうなの？今日鳥羽マリーナさん休みなんですよね。はい、というわけで、あら、もう来てるじゃない。早っ。どうも、どこでも打ち合わせルームができますね。いらないよ。いります絶対いります。ちゃんと影が証明してます。この分買いたいんですよ。そうは1個切る。で、こっちも男性も手洗い1個切る。小便もありましたもんね、ここにね。男性は、ちょっとすごいっすよ。プール作ってますよ、プール。なんとキャンプ場の前にプールができてきてる。すげえ。おお、本当だ。プール作ってる。海眺めながらのプールですよ。皆さんどうですか？本気ですよ、本気。暗くなってきましたね。鳥羽マリーナを出まして、パールロードをですね、島方面に向かって走っております。今日はですね、島のどこかで車中泊をしたいと思います。ただ今日ね、晩ご飯になるもの何も持ってないので、どっかで買い物してきますね。お疲れ様でした。道の駅伊勢志摩に到着いたしました。もう辺り真っ暗なんで外は撮りませんが、道の駅でございます。買い物してきました。ビール、チューハイ、そしてこんなおつまみはい、こんな感じで今晩これでもですね。それではとりあえずいただきます。うめえ。なんか怪しい。大丈夫これ。加えようとしてる。おつまみの肉団子いただきます。続いてこちらサラダともつ煮込み。唐辛子がなかったんですわ。これはうまいんじゃない？今日はね、もう仕事しませんよ、私は。2本目いただきます。もう今日はしません。もうね、今日酔っ払って映画見て寝ますからね。これを食べたいと思います。そば米雑炊。私の今日の朝ごはんはこちらでございます。
それではお先に、道の駅伊勢志摩を出ましてですね、津市に戻ります。で今日のイベントなんですけども、もう3回目なんかな4回目かな、津市の真ん中広場で平日にやるイベントでして、ケビンとキャサリンのソフトクリーム、水のっちのクラフトビール、そして今回は、ご近所ゆかりも出店ということで、今日はなんと1号2号3号揃い踏みですよ。じゃあ今からイベント会場を迎えます。伊勢自動車道の嬉野パーキングエリアです。ここでお昼ご飯食べていきます。つねそばいただきます。いつもの見慣れた風景のところにやってまいりました。津市の中心地でございます。まもなくですね、津真ん中広場でございます。誰か来とるんかな。一人だと嫌だな、場所もわかんないし。いい天気だこと、真ん中広場着きました。私以外誰もおりません。あ、水の地来た。よかった。おはよう。今干物屋さんに挨拶して、もう12時半ぐらいだから鍵渡そうかって言ってたよ。あら、分かんなかったすげえ、この車すごいな。逆の方がいいんじゃない？人がここに溜まりやすいよ。これで夜夕立来たらもう大笑いですよ。ああ、これが最初で最後の晴れだよ干物屋さんもびっくりしたからね。いいんじゃないですか。もっと前かな。もうあ、いいか、それぐらいでいいか。途端に大にぎわい、いいこと。あー、ビール飲みてえな。ビール飲みてえな。北海道で集合できなかった人、待ってても暮らせど全然来ない人。壊れたのはこっちのあ、そっちの、あ、なるほどね。あ、これがダメなタコ。付け根が、すごいバウンドして割れたの。もうすでに飲んでる僕もいますけど。すごいじゃん。新しいパートさん。新しいパートさん。新しいパートさん。本気じゃん。ダメダメじゃん。真面目にソフトクリーム売ってください。飲んじゃおう。乾杯。あ、うまっ。写真だけど。まあ太田さんも手伝いに来たってのはこういうことですもんね。だしいっぱいあるじゃん。これだし飲もうかな。グビグビな。ちょっと待って、匂い嗅がして。あかんかん。これ取っといてあげなあかん。恐る恐る。うわ、匂いする。匂いする。この中から空気する。1号2号3号の揃い踏み営業でございます。こんなの最初で最後じゃないでしょうか。で今日は意外と暇な営業でございまして、こんな感じで、これゆかりちゃんのね、お店でございますよ。さあ夜も更けてまいりました。まだ続いております宴会。というわけで、2泊3日のですね、私のソロ活動をご紹介しました。まあ車中泊はソロですが、それ以外はまあみんなとねいることが多くて、本当に普段私がどんだけ人に囲まれつつ生活してるかというのが分かっていただけたかと思います。
というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。明け方の街を走りながら今回は終わりたいと思います。真っ暗や俺映ってないやこれということでまた今度。